皆さんこんにちは、ブラボッチ研究所です。今回はハイグレードジークアクスをキャンディー塗装で仕上げていきます。ブラボッチ研究所。改めましてこんにちは。現在放送中のジークアクスを毎週楽しみに生きているブラボッチ研究所の所長ブラボッチです。今回作成していくキットはこれだ。機動戦士ジークアクスよりハイグレードゲルググ。違う、こっち。主役機ジークアクスです。いや、パッケージイラストの色合いが似すぎじゃないですか。ご購入の際は間違えないようによく確認しましょう。発売は2025年1月17日で価格は税込み2200円です。エヴァンゲリオンみたいなガンダムですね。パッケージレビューはこのくらいにしておいて早速開封していきましょう。オープン。実はすでに素組みは完成しております。優秀な助手に作らせておきました。助手の YouTube チャンネルは概要欄に貼っておきます。めちゃ造形が細かくてリアルグレードみたいですね。可動範囲も抜群でいろんなポーズを取らせることができそうです。塗装前のジークアクスを動画で残しておきましょう。成型色でも細かく色分けがされていて、素組みでも十分満足感を得られますね。てかこれ白いところって何色なんでしょう。白いとこは何色だ。今回はこのジークアクスを成型色の色に似せつつ、ヌルテカキャンディー塗装で仕上げていこうと思います。パーツが細かいですが、果たしてキャンディー塗装は似合うのでしょうか。ぜひ飼育バーを飛ばさず制作過程もご覧ください。それでは行きましょう。まずはパーツに分けて塗装を行うために分解します。ある程度分解したところで墨入れしやすくするための筋彫りを行っていきます。使用ツールは筋彫り銅の BMC 高値 0.15mm です。塗装をしたら埋まってしまいそうな段差や溝をこいつを使って彫り直していきます。仕上がりはこんな感じ。ディティールにメリハリがついていい感じです。こちらの襟のパーツもしっかりと彫り直しておきました。はい、筋彫りもしつつパーツの分解完了です。今更だけどこのビームソードの色めっちゃかっこいい。さあ、塗装するために持ち手棒にパーツをつけていきますよ。早送りしてるけど47分かかっています。パーツ取り付け完了。さあ、お待ちかねお楽しみ塗装タイムです。今回もキャンディー塗装を行っていくので、まずは下地を作っていきましょう。使用塗料はガイアノーツの EX ブラックです。よく使う塗料なので、あらかじめ希釈剤で1対1に薄めたものをボトルに入れています。こちらの塗料をすべてのパーツに光沢感が出るくらいの量を塗装していきます。はい、ブラック光沢の下地塗装完了です。色分けがわからなくなっちゃうので、ビームソードを仕切りとして使っています。今まで組んだハイグレードキットの中では段違いにパーツ数が多いですね。次にシルバーを塗装していきます。使用塗料はクレオスのウルトラシルバーを使ってみます。前回の軍系ザクの塗装の時はガイアノーツのスターブライトシルバーという塗料を使ったのですが、そちらの塗料よりもギラギラしています。ジークアクスではよく主人公マチュがキラキラを見たりキラキラに飛び込んだりとキラキラという表現が使われるため、今回のジークアクスもキラキラと輝く質感にしようと思ってこちらの塗料を選びました。塗ってみるとこんな感じ。グラデーションを意識して端の方は下地のブラックが残るように塗装しました。このシールドパーツなんかは完成後の色合いが非常に楽しみですね。と、ここでちょっとトラブル発生。シルバー塗装の途中だったのですが、ウルトラシルバーの塗料を切らしてしまいました。幸いにも残りの塗りたいパーツがレッドだったので、同じシリーズのウルトラゴールドを代わりに塗ってみようと思います。この上にクリアレッドを塗装する予定なので、ゴールドであればレッドの邪魔をしないかなという考えです。仕上がりはこんな感じ。このウルトラシリーズの塗料は動画越しでもキラキラというかギラギラしてるので、このインスタ映えの時代におすすめです。はい、シルバー系の塗装が終わったので各種クリアカラーを塗装していきましょう。それではまずはレッドの装甲から塗装していきましょう。
先ほどゴールドに塗ったパーツたちですね。使用塗料はガイアノーツのクリアレッドを使います。一度塗りだとオレンジっぽい感じなので3から4回ぐらい塗り重ねしました。仕上がりはこんな感じ。パッと見レッドですが、光の当たり具合によってオレンジっぽく見える時があっていい仕上がりになりました。特徴的な頭のアンテナパーツもクリアレッドで塗っていきます。はい、クリアレッドの塗装完了です。グラデーション塗装も相まって艶やかな仕上がりになりました。次にイエローというかオレンジのようなパーツを塗装します。こちらはクリアイエローとクリアオレンジを半々くらいに混ぜて調色しました。塗ってみるとこんな感じ。琥珀みたいで非常に美しいですね。はい、オレンジイエローの塗装完了。パーツとしては少ないですが、ワンポイントでちらっと見えるオレンジがかっこいいのです。次にブルーのパーツを塗装していきます。こちらは以前マスターグレードのガンダムビダールを塗装した際に調色したブルーを使います。調色の割合は覚えてないのですが、クリアパープルとクリアブルーを混ぜたものです。塗装するとこんな感じ。色鉛筆とかでよく入っている群青色って感じの色ですかね。クリアブルーだけだとすごい鮮やかな水色になってしまうので、この調色の色は結構汎用性が高いです。はい、ブルーの塗装完了です。ここまで脳内のイメージ通りのカラーで塗装できています。次にホワイトのパーツを塗装します。しかし実物は単なるホワイトじゃなくて、少し青みがかかったような難しいホワイトの色をしています。とりあえずクリアホワイトを重ねて塗っていきましょう。このクリアホワイトですが、シルバーの上に塗装すると青っぽくなるんですよね。シールドのパーツですが、塗ってみるとこんな感じ。結構いい色合いになっているんじゃないでしょうか。ただしクリアホワイトって他のクリア塗料よりも隠蔽力が強くて、重ね塗りしすぎると下地のシルバーが薄れちゃうんですよね。難しい塗料です。バックパック部分のホワイトも塗っておきましょう。はい、ホワイトの塗装完了です。カメラ越しでは伝わりづらいかもしれないですが、シルバーのキラキラ感が結構薄れちゃっているので、上から薄めのウルトラシルバーを再度塗装しておきました。右が再塗装したパーツです。色味が変わることなくキラキラがちょっと復活しました。次にビームソードっていうんですかね。このクリアのパーツ、緑のラメみたいなのが入っててめっちゃ綺麗なんですよね。この色をそのまま使いたいので、クリアのトップコートのみにしておきます。さあ塗装も終盤、グレーのパーツを塗装していきます。とその前にバックパックのパーツで先ほどホワイトに塗った箇所をマスキングしていきます。私のマスキングの仕方ですが、テープを短冊状に細かく切ってチビチビと貼っています。塗装に戻りましょう。使用塗料はガイアノーツのクリアブラックです。この塗料は結構重ねて塗らないと発色しないので、すぐ塗料を使い切っちゃいますね。次にヒートフォークとハンドパーツにもマスキングしまして塗装していきます。ハンドパーツの手の甲はブルーのクリア塗料、ヒートフォークはクリアオレンジを塗装しまして、刃先の方を蛍光イエローで塗装しました。はい、これにてエアブラシによる色分け塗装は完了です。ここからは細かい箇所を筆塗りしていきます。まずは水性塗料のメタリックグリーンを使って筆塗りしていきます。頭部アンテナの真ん中のところ、塗るというよりも塗料を置いていく感じでやるとやりやすいです。次にカメラアイ。こちらはガチ集中モードで塗ったので、カメラに見せている余裕がありませんでした。塗る箇所がくぼんでいたので、思ったよりは塗りやすかったですね。続いてオレンジの箇所を塗っていきましょう。こちらも水性塗料のオレンジで塗っていきます。頭部横のパーツ、肘のジョイント部分、バックパックのパーツ、塗装が難しそうな箇所はシールを貼りました。こちらは内部をくり抜いて細いオレンジ色の線だけ貼りました。バーニアの内部は水性のメタリックレッドで塗っておきました。はみ出した箇所はマジッククリーンで拭き取ることができますよ。最後の筆塗り作業。頭部アンテナの丸いところはエナメル塗料のジャーマングレー、アンテナの先っちょの方のひらがなの「く」みたいな箇所はエナメル塗料のシルバーを塗りました。はい、
色分けの塗装が全部完了しました。パーツが細かいだけに細い筆が大活躍でしたね。続きましてディティールアップを行っていきます。まずは墨入れから行いましょう。使用塗料はタミヤの墨入れ塗料ブラックです。ただしこのキットはディティールの彫りがあんまりないので墨入れをする箇所が少なめですね。パーツが多いので墨入れをしなくても情報量はバチバチです。続いてマーキングシール。さすがにこれを塗装で表現するのは難しいので素直にシールを使います。このポメラニアンマークももちろん貼っていきますよ。はい、かわいい。こちらのマーキングシールは結構厚みがあって余白が目立ってしまうので余白を切り取ってしまいます。赤のラインシールを貼ってみるとこんな感じ。結構上手に貼れたんじゃないでしょうか。あとはパッケージを見ると肩のワンポイントにオレンジのラインがあるのですが決められたシールがないのでこの辺にある残りのシールを切り取って適当に貼り付けます。専用シール買ってぐらい違和感がないですね。ここの足パーツのシールを貼るのが一番難しかったです。でも結構シールが伸びるので大失敗することは少なそうです。さて先ほどマスキング塗装したパーツが乾いていそうなのでテープを剥がしていきましょう。まずはヒートフォーク、ハンドパーツ、バックパックのパーツ、どれも問題なく塗装できましたね。さあすべてのパーツの色分け塗装完了です。最後の仕上げトップコートを吹いていきましょう。トップコートをする前にある程度組み立てました。バラバラの状態でトップコートしちゃうとパーツに厚みが出て組み立てしにくくなっちゃうんですよね。使用塗料はガイアノーツの EX クリアです。例のごとくよく使う塗料は1対1希釈をしてボトルに入れております。とりあえずシールドを塗ってみましょう。めっちゃテラテラで美しいです。ビーム攻撃とかを反射してくれそうです。他の部位たちもクリアでテカテカコートをかけていきましてすべての塗装工程完了。最終工程に参りましょう。合体させる前に各部位をアップで見ていきましょう。まずは頭部パーツ。めっちゃキラキラを感じます。もともと成型色でも色分けが細かかったのですが部分塗装してもうなんかすごいことになってますね。続いて胸部パーツ。シールの箇所と塗装の箇所のオレンジの色が若干違いますが私は気になりません。ここの赤いパーツのキャンディー塗装の感じがかなり自分好みです。ポメラニアンマークもいいアクセントですね。腕部パーツ。肩が真珠みたいになってます。可動に関してですが二重関節ではありませんが結構しっかり曲がってくれます。腰部パーツ。最近のガンダムはどんどんスカートが短くなっていきますがとうとうなくなりましたね。この腰パーツの V の字になっている感じがエヴァンゲリオン味を感じます。脚部パーツ。一つ一つのパーツがでかいので一番キャンディー塗装を感じられます。近くで見ると結構ギラギラしてやかましい感じがありますが合体させると結構いい感じになりますので組み立てレビューを楽しみにしててください。バックパックパーツ。付属のパーツを取り付けると飛行機みたいになるんですけど現段階ではまだこの飛行機は出てきてないですね。次にシールド。一番お気に入りです。聖なるバリアって感じです。ビームライフル。キラキラがすごい。ヒートフォーク。赤熱の塗装が美しい。オフ状態の頭部パーツ。こちらは取り付けずにしまっておくことになりそうなので部分塗装はちょっとサボってます。それでは合体させましょう。胴体パーツと腕パーツを取り付け、腰部パーツと脚部パーツを取り付け、上半身と下半身を取り付け、頭部パーツを取り付け、ボチーン。シールドと武器を持たせてハイグレードジークアークスのキャンディー塗装完成です。プラぼっち研究所。「
はい、いかがでしたでしょうか。塗装前のキットと並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。成型色を再現しつつもうまくキャンディ塗装を行えたんじゃないかなと思います。一番のお気に入りはやっぱりシールドですね。グラデーション塗装がうまくいったのと光沢感が半端ないのがたまりません。今回のキットみたいな一つ一つのパーツが小さいキットはグラデーション塗装が難しいです。ポージングをしてて特に塗膜に負荷がかかるような箇所がないので、いくらでも好きなポーズを取らせることができます。バックパックの合わせ目ぐらいは消しておいてもよかったかもしれませんが、基本前向いて飾っておくのでまあよしとしましょう。総評としてキャンディ塗装は似合います。造形が細かくて光を反射する面が多いためダイヤモンドカットみたいに輝いてくれます。それではこの動画が良かった、次の作品にも興味が湧きましたらチャンネル登録と高評価ボタンで応援お願いします。また制作状況や近況は X、Twitter でつぶやいておりますのでチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。